鋼之です。動画をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、結構この YouTube 見てくださってる方で、はい、レーサーとかバイク乗られる方とか結構いると思うんですけど、のりゆきさんなりのレーサー用の練習というか、どういうことを今まで心がけてきたのかとか、逆になんかみんなにどういう練習進めるとかなんかあれば、おすすめなものとかあれば、その辺を聞いてきたらなと思うんですけど、なんかありますか？やっぱりひたすらバイクに乗るはい。回数を増やすのが一番、手っ取り早いというか、乗らないことにはやっぱりね、はい。頭で考えていることだって達成できないし、やっぱり乗りながら、こうしたいな、ああしたいな、こうしてみたいな、ああしてみたいなっていうのを実践どうみたいなはい。感じでやってるのがいいんじゃないかなと思うんですよね。だからもう走る回数、とにかく転んでもいいから、はい。走る回数、バイクに乗ってる回数を増やすのがいいと思います。とりあえずそれが一番まず、それって何でも一緒だと思うんだよね。そうですね。スノーボードにしてもさ、はい。たまにしか行かない人よりもさ、毎日ゲレンデの近くに住み込んで、ね、スノーボードやってる人、はい。上達の差って全然違うじゃん。だからそういうところだと思うんだよね。はい。だからバイクも一緒で、それこそ自転車でもそうだと思うんだけど、補助輪が取れて、はい。取れたって言って、たまにしか乗らない子よりも、毎日ね、自転車にまたがって乗ってる子の方が上達は絶対早いから、はい。バイクも僕はそうだと思います。バイクの練習にじゃあ、乗る回数増やす上でバイクに乗ろうと思っても準備大変だし、回数毎日のようにできるものでもないじゃないですか。なんかミニバイクとかだと結構車にも入れやすいし、練習になるのかなと思うんですけど、ミニバイクとかは練習としてどうなんですか？ミニバイクはもうもろ練習になるよね。だから僕らちっちゃい頃も夏休み、それこそサーキットに泊まり込みで、朝から晩まで毎日走ってましたもん。はいはい。毎日走って、本当に朝から晩まで毎日走っても、ガソリン入れるだけだったから、はい。ガソリン入れるぐらいは自分らでもできたからね。そうですよね。本当毎日のようにして。はい。だからそれ大事だよね。やっぱじゃあやっぱ乗り回数を増やすんだったらミニバイクは結構おすすめな方ですかね。おすすめ。おすすめだし、やっぱ、なんだろう、転んでもね、そんなにダメージが大きくないと思うし、そうですよね。それこそ手軽に練習できると思うし、ミニバイクだからこそできることもあるんだよね。そうなんですね。そこだからミニバイクはやっぱり大きいバイク、はい。例えばね、レーサーになるための必須なアイテムというか、はい。絶対やった方がいいって僕は思います。ミニバイクはそうですね。怪我もやっぱスピードも出ない分まだそんな大怪我になる。そうった人とか何人も知っとるよな。その辺は、その辺は人それぞれ転び方も違うし、体の出来も違うし、そういう怪我はっていうこと。逆に言えばバイクだと結局怪我は続きものになってくるんで、ミニバイクとかで経験していった方がなんていうんですか、経験として慣れというか、転び方の練習も多分多少は練習にもなると思うね。でもさすがにミニバイクで転び方とね、リッターバイクで転び方って全然違うんでね、G から何から全部違うから、転んだ時に転んだって思って、なんかそこでできるかって正直何もできないから、ライダーとしては。でもね、ミニバイクで例えば転ぶ練習って言い方もおかしいけどさ、経験として経験としてあれば、大きいバイク乗った時に転ぶ寸前でパッてね、パニクるのは多少なくなるんじゃないかなと。そうですよね。でもそればっかりはよくわからんね。何十回何百回も飲んできたけど、うまい転び方ってあるんですかって正直ありません。あれは本当に運なんで。そうですよね。正直もう転んだ
転んだ時はどういう風なイメージなんですか？どういう風になんかイメージが頭の中としてはやばいやばいっていう感じなんですか？いやいや別にやばいって思ったってしょうがないじゃん。それを分かりますけど、そういうもんじゃないですか。なんか転んじゃった時とかって。いやいややばいとは思わない。うんただ逆に無になる。へえ。でも転ぶ瞬間に何も考えれんの。ですよね。骨折ったらどうしよう。じゃあ骨折らんようにじゃあ今から何ができるのって何もできんじゃん。ああ、はいだからもう転んだって思ったらもうなるようにしかならん。なのでもう身を任せる。そう本当そうだからこそ、まあ、転ぶのは運でもあるし怪我も運でもいるじゃん。はい。だから転ぶ時にライダーが転ぶっつってそこから例えばね、まあフロントから転び方とかハイサイドってね、リアがそうやって飛ばされる、はい、一番立ち悪い転び方なんだけど、いろいろあるんだけど、まあスリップダウンってフロントから転んだだけでも、はい、ライダーなんかできるかって言ったら、多少のことはできるかもしれないけど、まあ、お尻に本当に滑ってくるとか感じで、まあこれで止めたりね、自分のそのスピード止めたりはできるけど、ハイサイドとかで転んだ時はもうなるもの。もうハイサイドで転んで軽傷で済んだっていう方のがラッキーだよね。でもそれはもうどうしようもない。そうですよね。転ばないように走るしかないよね。そうですね。だからそのためにも転ばないように走るためにもそのバイクの乗る回数を増やしてどこまで攻めたらとか。いやでも転ぶのも大事なんよ。だから俺らの世界で限界まで突き止めていかなくちゃいけないですね。で、所詮タイヤ2本しかついてないわけだから、いつか必ず、まあ、転ぶは転ぶんだ、転ばずに速く走ろうっていうのがまあベストだけど、やっぱ限界を突き止めていく中で、ね、その先を行った時に、転んだ、じゃあこういうふうにセッティング変えようかなとか、こうしようかなとか、っていうのが出てくるわけだから、転ばない手前で走ってる人たちは、それ以上やっぱ上には出ないよね。出ない。それもだから自分の身につけていく経験でもあるし、で大きい、まあ、世界選手権とか戦ってる1年目とか2年目なんかはもう走る際って全部新しいところばっかで、ね、余分にそれがついてくるわけじゃん。知ってるコースだったらある程度ですね、ここまでブレーキングで行ってとか、サーキットのペースっていうのがあるわけじゃん、経験だよね、それがないからそれ全部自分で見つけていかなくちゃいけないじゃん、転ぶ時だっていうのはね、でもやっぱその限界を突き止めていかないと、周りだって同じようなことやってるわけだから、転ばないように速く走るんですよ。俺らの世界ではないと思う、転ばない方がいいよ、いいけどその分転ばないように走ったらそれなりの走りになってしまうからね。俺は、まあそこで止まったなって感じだからもう限界まで突き止めるんですよね。やっぱそういうのもやっぱミニバイクからは結構学べたりするんですか？もうミニバイクなんかもちろんなんだろう、人のインを入ってく練習とかはすごい身になったから、それ結構大きいバイクでも活躍ができてるね。だから結構なんだろう、ちょこまかしたコース、結構得意だと思う。まあ言ったらミニバイクの大きいコースみたいな感じで、大きいコースなんだけどでもバイクをそれでキュッキュッってちょこやってなかったんだよね。そういうところのコースとか結構得意だったから、それできるんじゃないかな。毎日のようにやってたせいかもちろんです。今ミニバイクの話だったんですけど、他にもまあなんかモトクロスとか、フラットダークですか、とかいろいろあると思うんですけど、なんかそののりくさんなりに向いてる練習というか、その辺はどうなんですか？向いてる練習っていうか、まあ俺の時代っていうかは、まあ別にモトクロスはたまにやったかな。ファクトリーの時に、静岡の浜北っていうところに、ヤマハのモトクロスコース、テストコースがあるんだけど、そこで、トレーニングとかトレーニングっていうか、まあモトクロスのライダーさんたちからしたら、僕らなんかも米粒みたいな感じなんだけど、ジャンプしたとか言っても2センチぐらいしか飛んでないぐらい。それも競技が違いますね。でもまあ、そういうトレーニングというか、まあ僕らは体慣らしみたいな、ほぐしみたいな感じになっちゃうんだけど、
はやってたかな。あとはまあこれといって何かな、トン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 っても上がっていくとともに、はい、なんかそういうトレーニングとかも出れる時間なく、はい、ね、ファクトリーにだから97年入って98年その次の年に海外で出てるから、はい、これはまた違うトレーニングなんかやっとる場合じゃねえな、ちょっとイタリアの歩き方を勉強しなあかんなとかそういうものが出てきてたね。イタリアの歩き方でもうバイク関係なくと。それどころじゃなかったね。てんやわんやったらそうじゃん。だって行ったことないとこだね。まあ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 、そうですね。そうじゃん。いや一応言葉も通じんさ、はいはい、なんか浦島太郎城だよ。はい。でもまあその前でも、なんだろう、別にそんなに気違いみたいな感じなんかミニバイクは本当に乗ったけど、はい、大きいバイク乗るようになってからは、そこまでかな。なんかもうそのミニバイクでやっぱミニバイクでも一世風靡できたから、はい、でその流れでデートナーに声かけてもらって、はい、デートナー専属ライダーになって、はい、でそのままずっと、まあ、エスカレーター式みたいな感じでロードレース上がってたから、はい、その頃にはもう結構レース勝ってたからね。まあでもその中でもまあ別にだからなんだろう、そのモトクロスとかさ他のバイクに乗ってトレーニングするっていうよりもやっぱレースで使うバイクでトレーニングっていうかまあそうですよね。なんで限界を突き止めてた。ノリユキさんの場合はなんでまあ実際にレースで使うバイクで多分練習できる状況にあったわけですもんね。なんでそういう機会が結構あるわけですよね。そうそう、走る回数があったからね。はいはいはい。ノリユキさんの中でまあ練習になるといえばまあミニバイク。最近の子でもフラットダートとかさ、はい、なんかやっとるけど、まあ賛否両論だと思うんだけど、はい、フラットダートとかなんかもうリアタイヤ滑らしながらね、バランス取ってって砂の上でつっていう練習なんだけど、はい、じゃあそれがロードレースで活かせるかっつったら、活かせるは活かせるんだけど、はい、じゃあそれがロスにタイムロスにつながる可能性もあるしとかっていうことを考えると、まあどうなんだろうねっていう答えだよね。まあでもやらんよりはやった方がいい。そうですよね。まあいろんなバイク本当乗った方がいいと思う。いろんなバイク乗った方がいい。確かにそうですね。経験としてはやっぱりいろんなバイク乗って、まあどういったシチュエーションでどういうことが起こるのかっていう、はい。モトクロスはモトクロスのねバイクの動き方もあるし、はい、ねそのフラットダートだとフラットダート方だと思うし、俺が思うにはあとは自分のバイクだけじゃなくてもいいけど、上のレース目指してんだったら、はい、バイク整理できるようになった方がいい。自分で、それまず練習機を聞くよりも、そっちを先に覚えた方がいい。っていうのは、はい、実際バイクってついてるものってそんなに変わらないよ、はいね、はいはい、じゃあ例えばレース来ました、途中サーキットの中でエンジントラブルが起きました、はい、例えばバイク普段整理してない人たちってさ、何が起こったかわからんじゃん、はい、だけど自分で整理したりさ、してると、あ、これがこうなった時にこういう症状が出るんだとかっていうのがあれば、その場で対処もできるし、例えばなんかエンジン止まりそうな感じ、レース中にエンジン止まりそうな感じだとして、ね、じゃあこういう感じで繋いでいけばまだエンジン止まらずになんとかチェッカーを受けれるとかっていう場面も出てくる可能性があるわけですよ、はい、だけどなんかそういうバイク触ったことないね、整備したことない人とかってさ、そういうトラブルが出るからさ、なんかみたいな感じで、ね、どうしていいのかわからなくなっちゃうよね。でそういうところでもバイクを整備するっていうのは自らやって、バイクっていうものをまず乗るだけじゃなく、バイクっていうのはどういうふうにできてるのかっていうのを、もう経験で覚えた方がいい。確かにその触ってれば、まあその何が起こった時にどういうふうに変わってくるのか分かるんで、よりまあ速いバイクとか求めようとすると、まあ、どこをどうすると速くなる、何が変わるっていうのを、そうですね。だから俺なんかもね、当然俺も走るだけの仕事だった
ど、はいはいメカニックがちゃんといて、はいでそのメカニックがちゃんとバイク整備してもう転ぶじゃん。はい。転んでやっぱなんか申し訳ない気持ちとかっていうのもあるじゃん。だから俺はその転んで自分の体が別に何も問題ないというからメカニックに聞きながら一緒に整備する。整備してた。そのレース中にとかレースバイク、自分の乗るバイク、カウル、転んだカウル外して新しいカウルつけたり、はい、その転んで傷ついたパーツ交換したり、はい、当然最後にメカニックにネジ締めとかのチェックをしてもらうんだけど、はい、でそういうところでこういうこの部品こういうところについてるのかっていう勉強にはすごいなった。それこそだって YSR50 ミニバイクやってる時、はい、親父に部屋の中まで YSR 持ってこないって言われて、当時11階のマンションに住んでたんで、エレベーターの中に5人と2人で YSR50 を縦に乗せてそうですね、横で乗らないですもんね。エレベーター10階まで上げて、部屋の中まで持ってって、部屋のリビングでビニールシート引いてその上で YSR50、5人のバイクと俺のバイク交互に整備して、でシリンダー、ピストン交換から全部やらされたんだけど、ネジを取ったよ、当時。それこそだ、ネジなんかどっちに回したら緩むとかさ、ね、どのぐらいのトルクなんで知らんわね、全部閉じめだもんね。閉めていいんだ、ボキーンみたいなさ、ようあったよ。でもそれが経験じゃん。そう、すごい、そういう部分でも親父には感謝しよう。それは、お父さんはあれですよね、そんなに、だってバイクのこと詳しいわけないですよね。いや、上やってたの。ですよね。でもそうですね、それがあって、そういうのがあって、そのバイク自分で見ようっていうきっかけになったし、だから、YSR50 のマニュアルも買ってもらって、ここ見ながらやれ、自分らでやれっつって、パーツもね、必要なパーツリストの番号を引き取って、近くのバイクで頼んで、で、この工具がいる、あの工具がいる、この工具がいる、工具の名前も覚えれるし、こういう工具ってこういう時に使うんだっていうのも分かるし、それってでもバイクだけじゃなく車にもね、使えるし、自転車にも使える、いろんなところですよ。この世の中工具がなきゃ何もできない世の中じゃん、ね、パソコン1個バラすにドライバー必要なわけじゃん、ドライバーって何って聞いてるからさ、何もできんの、でそういう勉強もできたし、本当そういうところに自転車感謝してるし、そういうのも絶対俺はやってたんで、うちのチビら2人もネジ外すの、ネジとボットね、ボットはめる、外す、どっちに回していいか分からない。今ですか？そうなんですね。それはじゃあもう今後は経験させていただきます。経験ね。それは本当に大事なことだと思う。自分でバイク整備する、バイクに乗れるだけ乗るっていうのは大事。で、もう絶えず乗る時は限界を突き止める。しょうがない、このもんは。タイヤ2つしかないんだから。っていう気持ちでやってるね。2008年まで怪我なかったけどさ、大きい怪我、手術するっていう怪我はなかったけど、その前に大きい怪我とかはしてるんだけど、別になんか気にならないぐらい、だから前にも言ってね、背骨の内側折れてますよって、もうレントゲン2回取ったのに言われたんだけど、いつ折ったのかわからないです。左の鎖骨も折れてますよっつって、ここ出とんだけど、これもいつやったかわからない。そういう面ではすごい、なんつうの、ラッキーだったんだけどね。でも、すべてやっぱり自分から何でもやっていかんとダメだよね。バイクが触れる速いレーサーに俺はなってほしいかなってね。確かにそうですね。自分が乗るバイクはやっぱ自分で知ってる方がそれは有利というか。そうだね。バイクだからこそできるじゃん。そうですね。俺飛行機のパイロットっつって飛行機整備しろっつってさ、確かにそうですね。バイクだからこそできることだから、でも今だに俺は4ストロークのピストン1個だけだったらエンジンばらして組めるけど、ピストン2個3個ついてたらできます。勉強していこうかなと思ってるんだけど、それもそうだし、自分が組んだエンジン走らせて速かったらすごい嬉しいじゃん。そうですね。14歳の時に俺デートナでミニバイクやってた時に、チャンバーの作り方を教えてもらったの。チャンバーって2ストロークだよね。
全部毛書きで鉄板の上に書いて、それを金バサミで切って、こう叩いて曲げて、チャンバーの形にして溶接にこうやってやってって、で全部チャンバー作ったの、2バイクレースそれで出たのね、自分のチャンバーで優勝したの。あ、それ嬉しいですね。すごい嬉しくて、それもだからね、当時デイトナの、まあ今でこそ社長なんだけど、デイトナの、今のデイトナ社長の小田さんが僕のメインバイクの全盛期の時のメカニックで、小田さんとかがそのチャンバーの作り方を教えてくれて、デイトナにいる時もすごい勉強になった。でもどんな時でもやっぱバイク触ってたし、バイク乗ってたね。それが一番手っ取り早いというか大事なことだと思う。やっぱのりゆきさんっぽいですね。なんかそうでしょ、練習のここがこうとかじゃなくて気持ち的なのいやでもここがこうって言ったってでも自分がやってみたいな、こうしてみたいなっていう気持ちがない限りできないもん。ロボットじゃ、人間ロボットじゃないからさ、プログラム組まれてボタンピッと押してさ、はい行ってこいっていう状況じゃないじゃん。でうちのチームにもさ、お前なんであそこがあるんだこうなんだって聞いたりはするよ。だけどこうしてみろああしてみろっていうアドバイスをするけど、やれるだろう、やらなあかんのだっていうとこまではね、言わないもん。それを頭の中に入れさせといて、実践するかしないかは、そいつらのことだから。でも、まあ引き出しはね、たくさんあるから、俺が出した引き出しの中からのものを、秋と亮太がどんだけ活かせるかっていうのがあるんだけど、逆に時代遅れだわって言われるかもしれんね。まあでもないよりはさ、あった方がさ、もちろんそうですよね。それもだからさっき言ってた経験とかと同じで、まあ幅が広がるというか。だから俺もね、たまにミニバイクかけちとかさ、走りに行った時にさ、まあいろんな人の走り方とか見てさ、まあこうしてみて、これはどうですかとかって声をかけさせてもらったりはしててさ、いやすごい変わりましたとかって言われるし、いやもうちょっと難しいですとかっていう人もいるんだけど、まあそれはね、今言って今すぐできることでもないし、できる時もあるけどさ、まあだからいろんな人にいろんなアドバイスができるかなと思ってるけどね。今だと多分まあ普通のバイク、レース用のバイクだとあれかもしれないですけど、ミニバイクとかだったらどっかのタイミングで、そのなんですかね、バイク乗りながら動画撮りながらして、細かい部分とか、のりゆきさんが知ってる部分なんか視聴者さん皆さんに共有できたらなと思います。そうです。まあ何でも聞いてくれいただければ答えられる僕のあるノウハウの中で、お前もミニバイクやれるじゃん。ミニバイクですか？ミニバイク。どうですか？俺と勝負します。そんな無茶な。そんな無茶な。毎日バイク乗っとりゃ速くなるわ。間に合いますか？ミニバイク、そうですね。僕も乗ってはみたいですね。バイクの練習はとりあえず経験ということで。経験というか、まあ本当に、まあ何にしても経験積むだけどさ、まあとりあえず本当に自分の乗るバイクぐらい自分で整備して、ね、数打ち当たれみたいな感じ、もう回数いっぱい乗れるとこかな。ジム行ってトレーニングしとるぐらいだったらバイクのタオル全然前進するからっていうとこかな。まずはそこかなということですね。ほんとツーリングでもいいんだよ。ツーリングでもとにかくバイクの上に乗ることを増やすのがまず先決だと思う。じゃあそれ以上のなんか細かい部分に関してまた動画チェックリストそうだね。でも実際今例えばまあちゃんと整えなあかんと思うんだけど、今ちゃんとしたバイクっていうかそのまあ例えば秋人が乗ってる ST1000 で鈴鹿を今何秒ぐらいで
実際走れるのか、俺がやってみたい。お何秒出せるのか。はいはい。まあでも、1回の走行で何秒とかじゃなくて、やっぱり何回まあ4、5回練習とかして、はい、ここまで今この状態で、はい、まあやっとレース出てないけどさ、はい、どれぐらいまでいけるんだろうっていうのは、はい、チャレンジしてみたい。それは多分紀之さんだけじゃなくて、多分見てる方もみんなも多分思ってますよ。そうかな。いや、それは思ってるじゃじゃあちょっと僕も見たいです。影で練習しながらね。そうですね、練習してお披露目の時は、よしみたいな。そうですね、どっかでそういう機会があればぜひ。いや、いける人はまだ2バイクこの間もギャンギャン乗ってたで、はい、いけると思うよ。うん、まあでも本当に乗ってみたいな。レース出てみたい。そうですね、出てほしいです。なんか、まあ、チャンスがあれば。そうですね、今後、まあ、こういう、YouTube とかも含めてなんかそういう機会がどんどん増えてるから、ね、はい、せっかくなんで日本で走ってる耐久レースぐらいしかなかったからね。そうですね、まあ、ちょっと計画してみようか。はい、そうですね、まあ、とりあえず、はい、今回は長い目でそうですね。ですね。今回は練習についてでしたけど、本当もうどんどん見かけたら何でもいいんで聞いてもらえれば、ね、答えられることは答えますし、アドバイスできることはアドバイスします。そうですね。なんかバイクのやっぱテクニックとかやっぱ話とかっていうよりもやっぱ物を乗ってる時とかにそう、俺もだから見て、そこの人の癖とか、こういうふうに乗ってるんだっていうのを見てからじゃないと、ね、説明っていうかね、アドバイスしにくいから、まあサーキットで本当に僕見かけたら、全然遠慮なく声かけてくれる。なんかそういうのもいいですね。なんかどっかでまあすぐできるもんじゃないかもしれないですけど、そういう場を設けて、なんかこうするといいかもしれないねとかいうアドバイスをする機会に。まあ3月ぐらいまで俺もスノーボードやってるから、サーキットでもいかへんから。今までそのつけてきた体感を生かして、頑張ります。じゃあありがとうございました。ありがとうございます。